綾野西あわ。はい、皆さんこんばんは。今日も一日お疲れ様でした。今日はちょっとビールではなくお茶を飲んでます。お昼ですしね。これいいでしょう。吉野家のマグカップでプレミアムでございますよ。はい。はい、今日はですね、私の身に起こりました、怪事件、霊現象とか、ユーマとの遭遇ですね。ユーマ。このお話をちょっとね、させていただきたいんですけれどもね、私がね、小学校の低学年の頃だったと思います。郷里、敦賀になるんですけれどもね、福井県のね。そうなんです。父方も母方も同じく敦賀がもう田舎でしてね、で夏休みになると家族でこう郷里の敦賀にね行っておったんです。1週間ぐらいの行程かな、ということで、おじいちゃんおばあちゃんみたいなね、親戚一同集まってワイワイとする1週間なんですけれどもね、うちの父方の実家からですね、母方の実家にね、ちょっと夜の7時8時ぐらいかな、兄貴と2人でちょっと移動したんですよ。子供2人だけで。子供2人だけ。そんなに遅い時間ではなかったと思うんですけどもね、移動する最中にですね、おっちゃんに呼び止められたんですよ。見知らぬおっちゃん。黒スーツビシッと着こなしたおっちゃん。僕って言って。でその方はどういった方かって言ったら、やっぱりちょっと夜のねお店のお客の呼び込みのおっちゃんでしたね。なるほどね。そしたら「僕」って言うんですよ。「はいはいはい」って言うと「あれって UFO じゃないかな」って北の空を指さすんですよ。ほんならね、確かにね、なんかね、1等星ほどは明るくないんです。2等星ぐらいかな、ちっちゃな光がね見えるんですよね。それがね、人工衛星だったらスーッとまっすぐ飛んでいくというのはあると思います。飛行機だってそうでしょうね。それはね、こういうふうにね、なんかハエがね、小バエのようにこんな感じでね、遠い空のところを飛んでるわけなんですよ。この飛び方はちょっと尋常じゃないなと思ってね、子供心にあれ UFO なんじゃねえのかなと思ったんです。そしたらおっちゃんがですね「僕あれ UFO だと思うよね」って言ってね「おっちゃんね、よくね夜ねこの時間帯にこう外に立ってるんだ」ってね。そうなるとね、大体このぐらいの時間かな、東の空からずーっと上がってきてね、で西の空にね沈んでいくんだよねって。多分ね、兄貴も見てるんで規則性があるんやね。大体時間が決まってると。でも飛び方は人工衛星では明らかにない。気球でもなければヘリコプターでもないです。こんなふうにね、遠い空をねこんなふうにね飛ぶ飛行物体というのは、それはやっぱり UFO でしょってなもんでね、これが1回目の怪事件といいますか、ユーマとの遭遇っていう未知との遭遇ですね。そうなんです。2回目はね、高校生です。私男子校だったんですよね。私が入学する前の事件ではあるんですけれども、急にね男の子が席をパッと授業中立ち上がって、で机の上をドンドンドンと窓際の方に。授業中ドン。でその机はだから誰かが座ってるっていうか。そうだから隣の机、またさらにの隣の机ドンドンドン言って、で窓ガラスガラッと開けてポーンと飛び降ります。でその事件があって以来ですね、その下にあった1階に水飲み場があるんですよね。水飲み場にその亡霊が現れるっていうことがね、よく言われてたんですよ。例えばなんかね、こう半透明の上半身だけの男の子がなんか北の空をぼーっと眺めてるとかね、なんかそんなねことが結構ね、学校の怪談話、そういうのがねあるんですけど、私ね一回ね、学園祭というのがありますよね、秋口になりますとね。その時にね3人ばかりでね、ちょっと学園祭の準備と称して、ちょっと学校で一泊しないっていうことになったんですよね。いや、いいんですね、学校で。学校で一泊してもいいんですよね。その時は緩やかだったんでね。1200名かなぐらいの大所帯の学校なんですよ、マンモス校。すごいですね。そこの大きな校舎の敷地の中で私たち一組だけが泊まったんです。職員室も全然明かりがついてないような状態が夜も更けるうちにね。警備員さんとかもいないの？いない。そうなんやね。誰もいないんですよ。昔やからね、昔の話やからね。でね、その私たち3人だけが夜に
外出しましてね、なんかねお墓とかね肝試しかなんかやってたんですよ。でまた学校に戻ってきてさあ寝ようかっていう段になって、なんかね複数の男性のねなんか話し声が聞こえてくるんですよ。誰かいるのかなっていうことで。だけど、この階には少なくともいないしな、どうもこれ上の方から聞こえるのかなと思って、私たち2階だったんですけど3階の方に、階段登って行ったんですよ。でもね3階の方にも教室全部見渡したんですけど明かりついてないんですよ。誰もいないんですよ。誰もいない。あれおかしいなと思って、でまた2階にトントントンと降りてきまして、また自分の教室に戻りますよね。でしばらく静かにしてますとまたざわざわざわって話し声が聞こえる。おかしいってなもんでね、これはひょっとしたら霊現象なのではないかということでね、おー怖いねっていうことでね、その3人がこう身を縮めていたっていう、そういう思い出がありました。正体分からずってことですね。正体分からずですね。でもあれは確かに人の声ですしね。あれは間違いなかったんじゃないでしょうか。なるほど。それが2回目と。で3回目これはねもうね愛ちゃんと出会いまして、愛ちゃんとのデュエット活動を始めた時ですよね。初期の段階。まだ綾野西ね。そうですよね。立ち上げたばっかりの。で YouTube も始めた頃かなぐらいな感じですね。その頃とあるなんていうカラオケバーみたいなところに全然私たちプライベートで遊びに行ったんですよね。でそこはカラオケバーなんだけれども、生演奏も限定的な曲ですけれどもレパートリーがねあって、この中で歌えるものあったら弾いてあげますよっていうようなそういうお店でしたね。そうですよね。そのお店ね、で私たちが入った時にはね誰もお客さんいなかった。誰もいなかったですね。でトントントンと階段降りて地下の会場でしたよね。そうですね。でそこでなんかね占いなんかも傍らでやってるような。なんか張り紙がしてある。いろんなね。で私入った瞬間に静かだなと思ったんです。そうですね。その飲食店の割にその活気がないっていうのとは違うんだけど、ちょっと違う。なんかね空気がねなんかピタッと止まってるような感じ。そうまさにそんな感じのお店でしたね。ちょっと不思議な雰囲気のね。そうですね。静かな空間だと。すいませんって言ったらマスターが奥から出てこられてね。で感じのいいマスターですね。そうですよ。感じのいいマスターでしたよ。ちょっと歌わせてもらってもいいですかみたいな。そうですかって今日ね偶然にねピアノを弾いてる人がいらっしゃるんで、その人にね弾いてもらって歌うっていうことも可能ですよ。生演奏ですっていうことをね言ってもらって、で私も愛ちゃんも気分よくね歌わせてもらって、それを動画に捉えてね。そうなんです。せっかくの機会だから YouTube 用にねちょっと許可いただいて、そうですよね。私たちが生演奏をベースにね。そうですね。で私2曲歌ったのかな。そうですね。お互いに2曲歌いましたね。その動画を撮ったんですよね。でその2曲歌ってる間に他のお客さんも来られてて、それなりに賑やかではあったんです。徐々にね。でもねその動画にですねなんとね大ぶら敷物が映り込んでいるんですよねこれ。いやはっきり何言うてんのって思われると思うんで、ここから証拠映像をねせっかくなのでねお見せしようと思います。ちょっと苦手な方はねちょっとスキップしてほしいんですけれども、これが証拠映像です。こちらです。今だけは悲しい歌聞きたくないよ。I love you 私は今南の一つ星を見上げて誓ったどんな時も微笑みを絶やさずに歩いて行こうと。はい、どうでしたですか？こんな感じ。オーブじゃなかったですか？オーブだと思います。私の曲でも西の曲でも本当に前奏があって歌い出しですよね。本当に私たちが第一声を発した直後ぐらいに不安っ
っていう感じなんですよね。で動き方もそれこそ1回目のその UFO と同じで、光だったらもっとまっすぐとかしっかりこうだと思うんですけれども、もうやっぱ明らかにそうねわっていう感じの。あれは虫ではないよね。虫でもないと思いますけれども、虫で発光体って言ったらホタルぐらいのもんでねで虫に光が反射してそういうふうに映ってるんじゃないかとか、もう一度ご覧になりますでは2回目ゆーく見送らしてみてくださいね、はい、どうぞ。今だけは悲しい歌聞きたくないよ。南の一つ星を見上げて誓ったどんな時も微笑みを絶やさず。ほらよ、そうでしょ、オーブでしょ、オーブなんでございますよ。だからまあ私たちもねこういう活動してますけれども、まあ初めての経験でね、そうですね、もう霊体と一緒に映り込んでっていうね、そうということで、まあ貴重な動画ということでございます。まあ幽霊も私たちの声に驚いたと、あ、そうですね、なんかいうふうにまあいいように捉えようとね、喜んでいただいたんではないでそうで、その後に私たちに何か身に不幸が起こったとか何もない、全然ないですね。楽しく歌わせていただいたし、いい思い出の一つとしてしばらくの間はアイ&西デュエットのメインチャンネルの方にもその動画上げてたんですよ。オーブが映ってるってことはもちろん言ってなくって、けれどもやっぱりまあ見る人が見たら恐怖映像になるかなと思ったりもしたし、まあ歌ってる曲がミュージカルじゃないっていうこともあって、今はもうちょっと下げたんですけれどもね、そうなんです、一応ねそんなことがありました怖いですねということでまあそんな感じでね、まあユーマとかまあ霊現象とかね、そういったお話を今回はちょっとさせていただきました。結構ね、西はそういう経験してますよっていうことでね。はい、ということでした。はい、というわけでまた次回も見てくださいね。はい、愛でした。西でした。アイ&西でした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。メインチャンネルアイ&西デュエットもご覧いただけますととても嬉しいです。それでは次の動画でまたお会いいたしましょう。おやすみなさい。